次は著作権に関する問題ですね。著作権が発生するタイミングについて正しい説明はどれでしょうかという問題です。1、作品を完成させた瞬間、つまり手続きは不要。2、文化庁などの役所に登録申請をし受理されたとき。3、作品にコピーライトマークを表示したとき。4、インターネット上に公開し世の中に知られたとき。はい、著作権が発生するタイミングはどれでしょうか。1234でお答えください。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。正解は1番ですね。著作権って作品を完成させた瞬間に発生するんです。著作権の最大の特徴はですね、今の問題で出てきたように作品を作った瞬間に自動的に発生するというのが一番の特徴ですね。これを無方式主義と言います。無方式主義っていうのは作品を作った瞬間に自動的に発生するということですよね。特許権のように役所へ申請して登録する必要がありませんということになっています。具体的なもので言うと、プログラムのコードとか、小説のストーリーとか、あと楽曲とかですね。そういったものは形にした瞬間に著作権が発生しますということになっています。そして著作権というのは大きく2つの柱で支えられています。一つが著作者人格権というものです。これは作者の気持ちを守る権利と言われたりもします。例えば、著作物に自分の名前載せてくださいねとかいう指名表示権とか、あとは作品を勝手に改変しないでくださいねとか、同一性保持権とかがあるみたいなんですけど、そういった内容が著作者人格権の中で定められています。で、これらは気持ちを守るためのもの、気持ちを守るための権利なので、他人に譲渡できないっていうポイントがあったりしますね。そしてもう一つが著作財産権と言われるものですね。こちらは作品で利益を得るための権利です。例えばコピーを作る権利とか、ネットで配信する権利とかですね。そういったものが含まれます。で、これらは利益を得るための権利なので、譲渡したりとか、相続したりとか、そういったことができるっていうポイントがあったりしますね。テスト対策として著作権でよく問われるのは、何が著作権で守られますかっていう境界線知ってますよねっていうところですね。そこが狙われるので、ここをしっかり押さえておきましょう。まずは NG からお話します。著作権で保護されないものっていうのは、アイディアそのものであったり、あとは手順とかルールとか、そういったものですね。アルゴリズムとか言われたりもしますけど、アルゴリズムは問題解決のための手順とか処理とかロジックのことを言いますが、そういったものは著作権の中で守られません。形のないアイディアとかアルゴリズムっていうのは著作権では保護されないっていうところは試験ですごく出やすいポイントなのでしっかり覚えておかれるといいと思います。で、あとは守られるものですね。特定のプログラムとか、誰かが作ったものですよね。プログラムコードとか創作性のある文章とか音楽とかはもちろん守られますということになっています。あとはこの権利がいつまで続くかっていうところも大事なので覚えておきましょう。原則としては著作者の死後70年間は守られるということになっています。結構長いですよね。なので作品を作った瞬間に著作権が始まって作者が亡くなったその後も長くその価値が守られると。それが著作権なんですよというところで覚えておいていただければなと思います。実際はどんな問題が出てきたのかチャレンジしてみてください。令和6年度秋試験の問い78です。著作権法で保護されるものはどれですか？あ、アルゴリズム。い、コンパイラのプログラム。う、プログラム言語。え、プロトコルとなっています。では皆さん、あ、い、うえどれが正解でしょうか？これちょっと難しくないですか？難しいと思った方もいるんじゃないかなと思いますけど、答え見てみましょう。答えはこちらです。はい。い、コンパイラのプログラムで大正解です。解説します。正解は、いのコンパイラのプログラムでしたよね。
なぜかというと、著作権法は具体的に表現されたものを守る法律でしたよね。なのでコンパイラーのプログラムっていうのは開発者が実際に記述した具体的なコード、表現されたものなのでしっかりと保護の対象になります。じゃあ他の選択肢がなんで NG だったのかというと、まずアルゴリズムっていうのは問題を解決するための考え方とかアイディア自体なのでこれは保護されません。で、プログラム言語もこれはプログラムを書くための、道具のような存在、言語のルールとしてのものなのでこれも保護されません。で、プロトコルも同じくですね、正しく通信を行うための、規約だったりするのでこれもルールとして捉えて保護されないということになります。で、今回の問題で言うと、プログラム言語という言語自体は保護されませんけど、このプログラム言語を使って開発者がコンパイラのプログラムという形を記述しているので、コンパイラのプログラムは保護されるということになってますね。はい。語彙に例えるんだったら、ドレミファソラシドみたいな音階は音楽を作るためのルールですよね。こういったルールは対象、保護されませんけど、その音階を使って作曲した楽曲たちは作曲者が形にして残しているので著作権で保護されますみたいなイメージを持っていただけるとちょっとわかりやすいかなと思います。はい。ちょっとこのプログラム言語は保護されなくてどうしてコンパイラのプログラムは保護されるんだろうと思った方は、そんな風に捉えてもらえるとなと思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。